今回はオランダの歴史をバタビア革命からウィーン会議まで振り返ってみようと思います。前回はウィーン会議から現在までをオランダの歴史1として振り返りました。今回はバタビア革命からウィーン会議までをオランダの歴史2として振り返ることとします。バタビア革命前のオランダの国名はネザーランド7共和国連合というものでした。この7つの共和国の連合体にはステイト・ジェネラルと呼ばれる議会にあたるものが存在し、その最高職にあたるものはスタッドホルダーと呼ばれ、ウィレム5世という国王が担っていました。フランス革命前の共和国ですから、現代イメージの共和国とはだいぶ様相が異なるものだったと思われます。そのウィレム5世というのは、ウィーン会議で生まれたネザーランド王国連合の最初の王になったウィレム1世のお父さんにあたる人です。で、このウィレム5世の奥さん、ウィレム1世のお母さんにあたる人は、プロシア王の妹でした。ウィレム5世の時代、オランダは2つのグループに分かれて政治闘争をしていました。一つはオルガニスト、ウィレム5世の国王派と、もう一つはパトリオット、改名思想の影響を受けた市民派でした。当初は国王派がプロシア軍の力を得て市民派を抑え込んでいました。で、フランス革命が起きました。今度は市民派がフランス革命軍の力を借りて国王派を駆逐しました。そしてバタビア共和国ができました。バタビア共和国はフランス第一共和制に大きく影響を受けたフランスの衛星国、姉妹国ともいえる国でした。バタビア革命によって生まれたバタビア共和国の時代は短いものでした。というのは、共和制のお姉さんにあたるフランスが帝国になってしまったからです。フランス革命の力を得て共和制を築いたオランダが、フランスの意向を無視して共和制を貫くことは難しかったと思います。そのフランス帝国の皇帝はナポレオンでした。オランダ王国の国王はナポレオンの弟でした。なぜナポレオンは自分の弟をオランダ王にしたのでしょうか。それは軍事的な理由からだったと思います。フランスは革命直後から周囲のヨーロッパの王国すべてに攻め込まれることになりました。というのは、フランス革命以前のヨーロッパのパワーバランスは、長年にわたって繰り返された戦争や平和条約、個人的な外交手腕、長年にわたる婚姻政策の上に築かれたものでした。で、それをフランスの市民革命が一気に全て破壊してしまったと。いうことで、イギリスをはじめとした周囲の王国は一斉にフランスに攻撃を仕掛けてきました。で、この戦争を一手に引き受けたのがナポレオンでした。ナポレオンにはこの戦争を有利に進めるために、イギリスからの支援をできる限り防ぐ必要がありました。いわゆる海上封鎖、有名なナポレオンの大陸封鎖です。イギリスには大きく3つのルートが考えられたと思います。一つは北欧回り。これを警戒してナポレオンはスウェーデン王室にフランス軍人を送り込みました。結果的にはこれがナポレオンの致命傷となったわけですが、その話はさておき、第三国経由のこのルートよりは地中海を使えばオーストリアと直に連携を取ることができます。バルト海を使えばプロシアと直に連携を取ることができます。イギリスはこちらのルートを優先したかったように思います。で、地中海はナポレオンのお兄さんがうまく抑え込んでくれました。で、弟よ、バルト海を封鎖せよというのがナポレオンの目的だったと思います。ところが、これがなかなか功を奏しなかったようで、ナポレオンは最終的にはオランダ王国を廃止し、フランス帝国の一部に組み込みました。そうまでしたナポレオンでしたが、最終的にはヨーロッパ王国連合に敗れることになりました。で、ナポレオン亡き後のヨーロッパをどうするということで、ウィーン会議が開かれました。そして、オランダの歴史一につながっていきます。今回はバタビア革命からウィーン会議に至るオランダの歴史をナポレオンの大陸封鎖と絡めてお話ししてみました。以上です。ありがとうございました。